皆さん仮想通貨が大きな反発をこの24時間でしていますので、ちょっと興味深いですね。米国株がほとんど動いていないのに、現時点今は3時22分4月2日でございます。さてと、皆さん、OK。なんでこんな反発があるのか、ちょっと僕もこれ不思議に考えています。ビットコインがこの24時間で 4.24%、今 46,586.8 ドルまで上りました。イーサリアムも 6.62%、3469.89 ドルまで上昇しています。で、この1時間足チャートを見ると、どこでどういうふうに反発が出たのかがわかるかなと思います。ビットコインのこの反発が始まったのは、特に21時、から0時の間、これは21時っていうと、ちょうどこれはそうですね、日本時間21時はアメリカ時間の朝の8時、これ雇用統計がちょうど発表された時から上昇が出てきています。で、イーサリアムの方も見てみると、ちょうど雇用統計が発表された時ですね、21時からであります。なので、この動きは本当にナスダックと一緒に動いているのか、ナスダックの先物も一緒に見ていきましょう。ナスダックの方も、ここは確かに、そうですね、21時から見ても、なんかそんなにでかい反発なんかなかったよね。いや、逆にナスダックちょっと下がっていますよね。昨日の21時1日からほとんど今日下がっています。SP500 も見ると昨日の1日の21時日本時間からほとんど下がっています。僕の見間違いかな。でもこれ見間違いですね。1日の21時ですよね。なんか株が下がってる時に仮想通貨がブロンって上がっています。不思議な動きですよね。これ全然なんか逆に動いています。しかも今日は特にアルトコインの世界がかなり強いパフォーマンスをいろんなところで出していたかなと思っています。僕もじゃんじゃんいろんなコインを持っているので、時々自分でもトラッキングができないんですけど、今日見ていたところだと特にアルトコインの方では、どうだろうね、見ていたポコダットとかドージコイン、今ここ 6% ずつと上昇していますし、テラも 7% 上がってたし、バイナンスコインも 7% ぐらいと上昇してます。カルダノも 5% ぐらいですね。なので、かなり強いパフォーマンスが仮想通貨の相場全体で見えたので、はい、不思議に思っています。それプラス、こちらの Let's Check は特に日本人の投資家たちはこの頃コインチェックの方で、販売の販売指数、販売センティメント指数を見るとほとんど今まで売ってきたんだけど、ビットコインがなんと販売率がまた購入率が 74% に上昇しました。イーサリアムの方もここの購入率が 54% になりました。逆ですね、今までちょっとビットコインとかイーサリアムを売っていて、特に多分ビットコインの方がもうちょっと売りがあり、今ビットコインをまた買い戻している日本人の投資家たちがいるように見えるかなと思います。チャートに戻るとどうでしょうね。今この大きな移動平均とぶつかっています。ぶつかってるけどどうしても僕はこの MACD が気になりますね。今日の動きが全然米国株と一緒に動いてないんだけど、だけど米国株と一緒にMACDが下落トレンドになっている。なのでまだちょっと警戒感は感じますね。はい。僕自身もビットコインではなく、イーサリアムと特にイーサリアムと関連があるアルトコインを、僕はちょうどこの日から3月の中旬から買っていました。上がる前から買ってました。しかもポストプライムのプライム登録の方にこのことをずっとこの2週間半話してきました。で、ちょうど昨日、一昨日ぐらいから売り始めてたんですね。短期投資のものを。なぜかというと、チャートが気になっていたから。だけど今この200日同平均を突破するように見えますよね。ビットコインの方がまだ突破してない。今度はイーサリアムが最初に動いているね。そうですね。もしかしてこのイーサリアムは僕が、買ったのは当たっていましたけど、もしかして売ったのが間違っていたかもしれない。まだちょっと判断が早いと思う。もうちょっと1日2日間待ちたいけど、もしかしてこの三角持ち合いの中を動き続けて、3700ドルまで行く可能性もあるかもしれません。はい。もう少し今週末動きを見ていきましょう。皆さん、週末の間はほとんど相場閉まってますけど、仮想通貨はまだ空いているので、その動きを続
続けて見ていきたいかなと思います。今、ビットコインと、に対してプットとコール、売る権利と買う権利の比率がまた元通りに戻ったんですね。2月はすっごく売る権利が、このセンチメントがすごいネガティブだったんだけど、これ今また元通りに戻っていて、ボリュームが非常に今低い時期なので、もうちょっと方向性、今短期的には数日間見ていきたいかなと思い、特に月曜日の、朝とか午後ぐらいあたりにヨーロッパが空いた時にもう一度ここ買い直すことを検討します。まだ何もしませんけど、もうちょっと動きを見ていきたいかなと思います。